こんにちは。今回は猫が絶対に食べてはいけないものについてお話しします。猫は好奇心旺盛で人間の食べ物や植物に興味を示すことがありますが、中には猫にとって非常に危険なものもあります。これらのものを食べると猫は重篤な症状を引き起こす可能性があります。そのため猫の飼い主としてはこれらのものを猫から遠ざけることが大切です。この動画では猫が絶対に食べてはいけないものとその理由について詳しく解説します。玉ねぎ、ネギ、ニラ、ラッキョウなどネギ類は猫にとって非常に危険な食べ物です。ネギ類に含まれるアリルプロフィルシスルフィドという成分が猫の赤血球を破壊し溶血性貧血を引き起こします。溶血性貧血は酸素を運ぶ能力が低下し全身の臓器に障害を与える重篤な病気です。猫がネギ類を食べた場合、嘔吐や下痢、食欲不振、息切れ、黄色くなった粘膜や皮膚などの症状が現れます。ネギ類は生でも加熱しても危険ですし、少量でも影響があります。そのため、猫には絶対に与えないようにしましょう。アワビ、サザエなど、アワビやサザエなどの貝類も猫には与えてはいけません。これらの貝類にはキロフェオフォルバイドアルファという毒成分が含まれています。この成分は日光に当たると活性化し炎症を起こします。特に日光に当たりやすい耳や目の周りなどに炎症が現れかゆみや腫れ、最悪の場合は壊死することもあります。これがアワビを食べると猫の耳が落ちると言われるゆえんです。この毒成分は加熱しても不活性化しませんし春先には毒性が強くなります。そのためこれらの貝類は生でも加熱しても危険です。猫には絶対に与えないようにしましょう。アサリ、ハマグリなどアサリやハマグリなどの二枚貝も生で与えると危険です。これらの貝類にはチアミナーゼという酵素が含まれています。この酵素はビタミン B1 チアミンを分解する働きがあります。ビタミン B1 は身体の各部位の機能をコントロールしたりエネルギーの生成や消費を助けたりする重要な栄養素です。そのためビタミン B1 が不足すると食欲不振や嘔吐、運動失調や麻痺などの神経障害が起こります。これらの貝類は加熱することでチアミナーゼを不活性化できますが、それでも大量に与えるとビタミン B1 欠乏症になる可能性があります。そのためこれらの貝類は生で与えないようにし加熱しても少量にとどめましょう。イカ、エビ、カニ、タコ、イカやエビ、カニやタコなどの甲殻類や頭足類も生で与えると危険です。これらの食材にもチアミナーゼが含まれておりビタミン B1 欠乏症を引き起こす恐れがあります。また生の状態では寄生虫や細菌などの感染源にもなります。これらの食材は加熱することでチアミナーゼや寄生虫を不活性化できますが、それでも大量に与えると消化不良やアレルギーなどの問題が起こる可能性があります。そのためこれらの食材は生で与えないようにし加熱しても少量にとどめましょう。青魚、アジやサバ、イワシなどの青魚も生で与えると危険です。青魚にはトリメチルアミンオキシダーゼという酵素が含まれておりこれがビタミン B1 を分解する働きをします。そのため青魚を食べ過ぎるとビタミン B1 欠乏症になる可能性があります。また青魚は脂肪分が多く生の状態では腐敗しやすく細菌や寄生虫の感染源にもなります。これらの問題を防ぐためには青魚は加熱して与える必要がありますが、それでも大量に与えると消化不良や膵炎などの問題が起こる可能性があります。そのため青魚は生で与えないようにし加熱しても少量にとどめましょう。チョコレート、ココア、チョコレートやココアは猫にとって非常に危険な食べ物です。チョコレートやココアに含まれるテオブロミンという成分が猫の神経系や心臓系に強い刺激を与えます。テオブロミンは人間よりも猫の体内で分解されにくいため中毒症状を引き起こします。猫がチョコレートやココアを食べた場合、嘔吐や下痢、興奮や震え、痙攣や昏睡などの症状が現れます。最悪の場合は死亡することもあります。チョコレートやココアの中毒性はカカオ含有量に比例します。そのためビターチョコレートやダークチョコレートは特に危険です。チョコレートやココアは猫に絶対に与えないようにしましょう。コーヒー、紅茶、緑茶、コーヒーや紅茶、緑茶などのカフェインが入った飲料も猫には与えてはいけません。
カフェインは猫の中枢神経系や心臓系に強い刺激を与えます。カフェインは人間よりも猫の体内で分解されにくいため、中毒症状を引き起こします。猫がカフェインを摂取した場合、嘔吐や下痢、興奮や震え、高血圧や不整脈などの症状が現れます。最悪の場合は死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。コーヒーや紅茶、緑茶などのカフェインが入った飲料は猫に絶対に与えないようにしましょう。ぶどう、レーズン。ぶどうやレーズンは猫にとって非常に危険な食べ物です。ぶどうやレーズンに含まれる何らかの成分が猫の腎臓に障害を与えます。腎臓は体内の老廃物を排出したり、水分や電解質のバランスを調整したりする重要な臓器です。そのため、腎臓が機能しなくなると全身の健康に影響が出ます。猫がブドウやレーズンを食べた場合、嘔吐や下痢、食欲不振、脱水、尿量の減少などの症状が現れます。最悪の場合は腎不全や死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。ブドウやレーズンは猫に絶対に与えないようにしましょう。アボカド。アボカドは猫にとって非常に危険な食べ物です。アボカドに含まれるペルシンという成分が猫の心臓や肺に障害を与えます。ペルシンはアボカドの果肉や種、皮、葉などに含まれており、猫の体内で分解されにくいため、中毒症状を引き起こします。猫がアボカドを食べた場合、嘔吐や下痢、食欲不振、呼吸困難、浮腫などの症状が現れます。最悪の場合は心不全や死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。アボカドは猫に絶対に与えないようにしましょう。アルコール。お酒は猫にとって非常に危険な飲み物です。お酒に含まれるアルコールは猫の肝臓や脳に障害を与えます。猫はアルコールを分解する酵素を持っておらず、アルコールが体内で分解されにくいため、中毒症状を引き起こします。猫がお酒を飲んだ場合、嘔吐や下痢、食欲不振、ふらつきや倒れ、昏睡などの症状が現れます。最悪の場合は死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。お酒は猫に絶対に与えないようにしましょう。ナッツ類、特にマカダミアナッツ。ナッツ類は猫にとって危険な食べ物です。特にマカダミアナッツは猫には絶対に与えてはいけません。マカダミアナッツに含まれる何らかの成分が猫の神経系や筋肉に障害を与えます。マカダミアナッツは人間よりも猫の体内で分解されにくいため、中毒症状を引き起こします。猫がマカダミアナッツを食べた場合、嘔吐や下痢、食欲不振、ふらつきや倒れ、筋肉の震えや麻痺などの症状が現れます。最悪の場合は死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。マカダミアナッツは猫に絶対に与えないようにしましょう。また、他のナッツ類も猫にはおすすめできません。ナッツ類は脂質や塩分が多く、消化不良や膵炎などの問題を引き起こす可能性があります。さらに、ナッツ類は窒息や消化管の閉塞などの危険もあります。そのため、ナッツ類は猫に与えないようにしましょう。キシリトール、ガム、飴など。キシリトールは猫にとって非常に危険な成分です。キシリトールは人工甘味料の一種で、ガムや飴、歯磨き粉などに使われています。キシリトールは猫の体内でインスリンの分泌を促進し、低血糖を引き起こします。低血糖は脳や心臓などの臓器に障害を与える重篤な状態です。猫がキシリトールを摂取した場合、嘔吐や下痢、食欲不振、ふらつきや倒れ、痙攣や昏睡などの症状が現れます。最悪の場合は死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。キシリトールが含まれるガムや飴などは猫に絶対に与えないようにしましょう。ユリ、ひまわり、アマリリスなど。ユリ科の花は猫にとって非常に危険な植物です。ユリ科の花に含まれるカルシウムオキシレートという成分が猫の消化管や腎臓に障害を与えます。カルシウムオキシレートはユリ科の花の花びらや茎、葉、花粉などに含まれており、猫の体内で分解されにくいため、中毒症状を引き起こします。猫がユリ科の花を食べた場合、嘔吐や下痢、食欲不振、口内や舌の刺激、脱水、尿量の減少などの症状が現れます。最悪の場合は腎不全や死亡することもあります。そのため、少量でも危険です。ユリ科の花は猫に絶対に与えないようにしましょう。これで、猫が絶対に食べてはいけないものについての紹介は終わります。皆さんは、
いくつ知っていましたか？これらのものは一見無害に見えるかもしれませんが、猫にとっては命取りになる可能性があります。冒頭にもお話ししましたが、猫の飼い主としてこれらのものを猫から遠ざけることが大切です。また、万が一猫がこれらのものを食べてしまった場合は、すぐに動物病院に連れて行くことが必要です。この動画が気に入ったら、チャンネル登録やコメントをお願いします。この動画が皆さんのお役に立てれば幸いです。それでは、また次回お会いしましょう。